フィアーザアンノーン、デイブストーリーやりましょう。どんなゲーム？ UFO に遭遇して生き残った人のお話を体験する無料のウォーキングホラーよ。生き残るの確定してるなら怖くなさそう。それはやってみないとわからないわね。じゃあ始める？この話は5年前に私の身に起こったことです。ある日、家の掃除をしてほしいと依頼人から電話がありました。ただの仕事の一つに思えたけど、一つだけ気になる点がありまして、その家は何マイルも離れた国立公園の奥深くにあったのです。普段ならそんな遠方の仕事は受けないのですが、特別料金を出すし、長い間使っていない場所だから週末の間は家に泊まっていいと言いました。どうしてそんなに長い間使っていなかったのかと聞くと、夏の避暑地にうってつけの場所だと思ったんだと。彼は話をそらしたんだ。その時は特に気にも留めませんでした。ただの忘れ去られた過去を持つ静かな家、そう思っていました。そしてその一軒家へと向かう曲がりくねった道を進んでいったのです。そこで何が待っているのかも知らずに。で、向かってる道中ってことね。止まった。目的地。これカットシーンじゃなくて操作できるみたいだ。事故を起こす方が怖いわね。車のゲームって事故を起こしてなんぼでしょ。別に車のゲームじゃないのよ。こんな自然は久しぶり。遠くでのお仕事もたまになら楽しいよね。数日ならほとんど旅行だものね。今ぶつかろうとした？左ハンドルに慣れてないから車線がブレちゃってるや。気をつけていきましょうね。意外と操作が難しい。先は長そうだし早く慣れたいところね。遠いお仕事大変そうだなーって思ったけど、道中全部やらされるのかな。それはあまりにもね。まあ何かしらのイベントでも期待しながら走るよ。何も起きないからって事故を起こさないで。わざとじゃなくないけど、生きてるから正常な行動のはず。ほら、向こうも向かってきてるから対戦希望ってことだよ。何の？はい、勝ち。どういうルールなの？道から外れたら負けだよ。道を外れたのはどちらなのかしらね。景色変わらないけどループしてたりする？右折するのを忘れないようにしないと、マウンテンビューを見に行きたいしね。りょう、曲がる？曲がるの早くない？でも看板あったよ。これは私悪くないと思う。そうかしら。ここだね。ちゃんと舗装された道があるの安心するわ。道を踏み外さないように進もうね。遠い場所に行くのに寄り道も遠いわね。車で登れるだけマシだよ。ほい、強制停車。当たり前のように衝突しないで。ブレーキないし。てか合ってたみたいだよ。山からの景色を見に行く。メモって忘れないようにしたいほどの絶景スポットなのかな。楽しみね。ゴミ箱のある観光地いいね。なんだろう、屋上のアンテナは何のため？バードウォッチング？何についての感想？この小屋が止まってた車？気になる。どういう意味だろう？これはポスターにポインタが重なったセリフだけど、さっきのは謎。黄色い車の上に大きいアンテナがあるので、それだと。移動販売車かな。何かが飛び出してくる覚悟の裏を行かれたね。ちょっと怖かったわ。よう、何か探してんのか？うわ、びっくりした。悪いな、ここは俺のトレーラーハウスで俺の所有物なんだよ。ごめんなさい、中から光が見えたから。電気系統にちょっと問題があってな。それ以外は特に問題ないんだが、だから俺の車に触らないでくれよ。あの小屋のドアにあったメモってどういう意味？何か変なことでも起きてるの？さあな、こういう偏僻な場所じゃ不思議なことや奇妙な出来事がつきものさ。例えば？そりゃ、空に奇妙な光が見えるとか、森から妙な音が聞こえるとか、物が跡形もなく消えるとかな。みんないろんな話をするもんだ。へえ。でも何でも鵜呑みにするもんじゃないぜ。俺はただのんびりしに来ただけだしな。君と同じようにな。だから、できれば邪魔しないでくれると助かる。一人で景色を楽しみに来てた人の邪魔したみたいになっちゃった。カーテンで見えないから気になるのは確かね。入れないし登れないからこっちも景色を楽しみに行きますかね。このまま車を走らせるか、座ってお茶でも飲みながら絶景を楽しむ。どうしよう。せっかくだし楽しんでいきましょう。ここに座ってのんびりお茶を飲みながらくつろぐのも悪くない。座れないけど。ベンチはたくさんあるわよ。座れないや。気まずいけどあっちか。やめなさいな。ガン無視されたしすねる。仕事に戻るのね。いや、お茶を持ってなかったのかなって。どうなったの？座れるようになったよ。これで絶景を楽しめるね。雲が厚いけど空が広くていいわね。下が大きな湖なのも大自然を感じられていいね。飲み干さなきゃダメなのかな。空気が美味しいとお茶も美味しいと思うわ。水分補給。
何杯あるのこれ？ここトイレあるのかしら？山田しなくても大丈夫でしょ。大丈夫なわけがわからないわ。お、やったぜ。それじゃあ仕事に戻りましょう。戻るというか始まってもいないけどね。また絶景を見ることになったんだけど、何すればいいんだろう。景色を楽しみなさいな。実は UFO が飛んでるとかないよね。見たことないのだけれど昼に飛んでるものなの？ UFO にフライト時間はないでしょ。てか今18時40分くらいだから昼じゃなくて夕方だよ。どこでわかるのよそれ。俺に構うな。冷たいわね。一人で自然を満喫中の話しかけは死刑だから仕方ない。そこまでの罪かしら？ソロキャンプなら死刑でソロ登山でも挨拶以外は割とギルティーだよ。いい景色ですねとかもダメなのかしら？切り返しが難しい。バックで降りていかないでくれてありがとうね。そんな危ない運転するわけないじゃん。そうね。右に曲がる必要がある。だろうね。左じゃ戻ってしまうものね。一服したくなったくらいにはこれからが遠いんだろうし頑張るぞ。あの男なんか変だった。それに少しイライラしてたよね。ただドアをノックしただけでトレーラーに押し入ったわけじゃない。でも何を隠そうとしたんだろう。それにあの奇妙な装置は一体何？そんな疑問が頭の中をぐるぐる回り続け、もやもやしたまま車を走らせた。長いドライブだった。湖の反対側を越え、文明の痕跡が途切れるほど遠く離れていた。ここには何か怖いものがあるのかも。そう考えずにはいられなかった。そして湖が後ろに見えなくなり、目的地が見えてきた。少し暗いわね。2時間くらい走ってたみたいだね。ああ、車の中に時計あったのね。スマホだと思うけどカーナビとして使わないのすごいなと思う。ベテランのなせる技ね。何のお仕事してる人なのかもう忘れちゃった。最初に掃除やって言ってたわよ。ホラーの掃除屋だと殺し屋だと思っちゃうよね。偏見が過ぎるわ。対向車いるし思ったより田舎でもなさそう。右に曲がらないとな。ここが目的地みたいだ。道が舗装されてないけど合ってるの？心なしか道あるよ。あ、ほら家も見える。無事にたどり着けたわね。駐車場どこかな？敷地内に入るの難しいからこの辺でいいかな。通り道に見えたけど邪魔にならないかしら？結構いい家だね。夏に使う別荘って言ってたものね。本宅はもっと大きな家のお金持ちさんなんだろうね。家を見つける。鍵は電気ボックスの中にあるはず。詳しいね。依頼受注時に聞いてたんでしょうね。近づけば近づくほど暗いや。お任せあれ。パーツを取り尽くされた車がある。車残してここからどこかに行くの無謀だと思うのだけれど、車で来た人が失踪しちゃう家なのかな。楽しみ。これ生き残った人の話を体験してるゲームだから失踪はしないはずよ。玄関に対して鍵の隠し場所が近すぎない？こちらが困らないように配慮してくれたんじゃないかしら。あら、国旗を飾ってるけど祝日なのかしら。週末ではあるはず。疲れた。今日は寝て、作業は明日にしよう。長距離の運転だものね。運転は10分でも疲れるしね。この妙な球体と服は何のためのもの？エッチな道路を格安で作ろうとしてたのかも。それを言われて私はなんて言えばいいのよ。綿が欲しいわねとか。今は疲れてるから掃除する気になれない。私もなんか疲れたからベッドに進んでもらえるかしら。未来のヨーヨーに見える。食べ物も飲み物もなさそうだけど大丈夫かな？何か持ってきててほしいわね。テレビはつけられないしおとなしく寝るしかないね。どこが寝室かしら。ここではないけど寝る前にシャワーは浴びたいはず。そっち視点？ずっと一人称視点だったでしょうに。シャワーシーンは第三者視点じゃないといかんでしょ。そうだとして主人公は男性よ。じゃあいらない。寝るにはいい時間。トイレもしとこうか。できるの？できちゃった。ショーでよかったわね。シャワーついでですればよかったんじゃないかな。お風呂場でするのは良くないって聞くわよ。流せないや。これは後日クレームが入るわね。男の人は飛び散るって聞くしもう一回シャワー浴びとく。浴びれないと思ったからこそチェックしただけなのに。無限ループ？さすがに溜まってないから放水は無理みたい。もうこれ罠じゃん。勝手にハマってるだけじゃない。もう二度といかん。次に行くのは朝シャワーの時ね。瓶が何かあるけどよく見えない。どうぞ。土かしら。なぜ？誰かが汚れた服をここに集めたんだ。なんで？これも掃除しなきゃなのかな。土みたいなのに反応しないのはなんでなのかしら。見えてないんでしょ。暗いもん。探索は朝やるべきなんじゃないかしら。何かが起きる前に地形を把握しておくのは大事だよ。戦場帰りなの？妙な写真ばかり。
この家の持ち主は何して暮らしてるんだろう。ズームできないからよく見えないや。 UFO の写真が見えるわよ。割と普通に撮れるから珍しいものじゃないよね。身内に宇宙人がいればそうかもしれないわね。家の間取りは把握しきれたし寝る。爆速の朝。金縛りかしら。まどろみかも。リビングに何かある？いや何も。テレビの前のソファーが見えるくらい。もう寝よ本当にまどろみだったんだ。寝る前にスマホ見ると寝れなくなるわよ。なんだかんだで寝れるよ。翌朝、コーヒーを飲みながら自然の美しい景色を楽しむ。これ以上の贅沢はないよな。昨日の奇妙な出来事はただの気のせいだろう。今日は仕事をやり始めなきゃ。まず誰かが残していったと思われる汚れを片付ける。その後はちょっとしたピクニックをしよう。もちろん冷たいビールも楽しむぞ。ちゃんといろいろ持ってきてたわね。朝からビール飲まないのはホラーにしては自制が利く大人だね。仕事前に飲んでいいのは陽明酒だけよ。朝から吸ったり飲んだりで実に優雅だ。遠かっただけあって自然いっぱいで空気も太陽も気持ちよさそうね。数ヶ月に1回ならこういう場所で働くのもありかも。遠いこと以外は嫌な点ないものね。いえ、部屋の汚れは気になるかも。これから綺麗になるから問題ないね。これさっきの語りは今主人公が独り言で話すべきだったのでは？待ちのびってやつよ。多分。掃除開始。終了ね。ひーちゃん並みに手際いいな。まず投げなきゃ。両手持ちは不可能なんだ。あと2箇所かな。前日に場所を把握したから手際よくいけるわね。家具の位置荒れてる？端に寄ってるし掃除がしやすいとも言えるわ。誰？ぬるっと出てきたわね。いないか？家の裏かしら。モーニングコーヒー決めた場所でバーベキューセットと港あるけど後で行くべき場所だと思って探索してないや。とりあえずゴミを捨ててきましょう。よーし、全部終わったし家具を元の位置に戻して夕方まで休もう。あ、家具は自分で動かしたんだ。この家に来た時から端に寄ってたわよ。そっか。まあ掃除のついでに家具の位置を整えるのも仕事のうちなんだろうね。あ、私ノイズ NG なんですけど。止めて。さあ、バーベキューの時間だ。家の裏に全ての準備が整ってる。テレビのノイズ音はスルーなの？ノイズ音がするテレビでも何もないよりはマシだったんじゃないかしら。暇つぶしにはスマホがあるじゃん。冷たいビールありのバーベキューとか最高か？仕事終わりというのも最高のロケーションね。まずは食べ物を持ってこないと。持ってきて焼いてるが。焼けたからテーブルへ持っていく？次のを焼きながら食べるんじゃないのね。それだと無限に食べれちゃうから離れた位置で焼く方がいいよ。爆速で食べ過ぎじゃない？ビールがメインだからこれでいいでしょ。バーベキューはお肉がメインよ。お肉はちょっとしかなかったけどビールはいっぱいあるからビールメインだよ。ビール1本しかないじゃない。ホラゲーにビールが1本出てきたら10本はあると思えって知らない？知るわけもないわ。これだんだんと海に近づいてるけど大丈夫なの？これ海なんだ。湖だと思ってた。どっちでもいいのだけれど、アルコール入った人が水場にいるの危ないと思うわ。酔いの回った人間はどこにいても危ない人だと思うけど。確かに街中にいても危なくはあるわね。お？何かしら4インチの視点はよく見えなくて困る。水の上を歩いて近づいてきてる？水の上を走るならわかるけど歩くの無理じゃない？走るのも無理でしょうに。ふふ、かわいい。いえ可愛くはないでしょ。でも怖くは全くなかったよ。そうね。怖くも可愛くもなかったわ。少し面白かったわ。何だったんだ？ビール飲みすぎたかな？飲みすぎだったとは思うわ。現実だったかな？酔いざましに水に入ってみよう。死ぬわよ。絶景とごちそうを楽しんで死ぬなら大往生でしょ。すぐにでも寝なきゃだな。なんで生きてるの？これが夢の可能性出てきたな。死を設定されてないだけでしょ多分。幸せな世界だね。それが幸せなのかは議論の余地しかないわね。お、迎え酒可能だ。これ迎え酒って言わないと思うわ。炭酸じゃ向いてないもんね。そういう話ではなくてね。お、シャワー浴びれる。酩酊状態でお風呂場は危ないわ。でも水に入ったから風邪ひいちゃうだろうし。誰のせいで入ったと思ってるの？お酒飲んだ後だし寝る前のトイレは必須。外しすぎじゃない？酔ってるならしゃあなしだよ。これはクレーム必至ね。じゃあベッドで寝る？一晩でアルコール抜けるかしら。ある意味での視界ジャックになってるから回復はしてほしいや。つらー。これは寝る前なのか起きちゃったのか朝起きたのかどれ？寝る前のまどろみかな。
何の音と光？何も聞こえなかったけど。光ってもなくない？起き上がったけど、その音と光の出所を探せってことかな。スマホのやることメモ見てみよう。酔って寝たから充電忘れて切れたのかしら。よくわかんないけど、天井の明かりの話だったりする。また寝たわね。また起きたわね。何すればいいかわかんないときは大広間か玄関に行くのが鉄則。深淵なる闇が広がってるわ。やばそうだし外行こっと。まずキッチンの明かりを確認。あの闇に突っ込めと。まずって言ってるから明かりつけたら何かあるんだろうし、全力ダッシュの準備はしておく。何にも見えないわね。よし来い。さっきの海洋生物？逃げなきゃ。ドア。どう見ても宇宙人でしょ。私の知ってる宇宙人じゃない。おお、UFO だ。捕まったらヤバそうだし逃げましょう。いっぱいいるのとこっちの足が遅すぎて辛い。なんで向かっていくのよ。 UFO 欲しいし。あ、捕まっちゃった。殴られた夫？しかも2回も。おお、生きてる？そういえばそういうお話なんだものね。でもこれキャトル見られて改造されて元の時間と場所に戻された可能性もあるよね。何が起こったんだ？どうしてここに？一刻も早くここから離れた方がいいな。家の中が気になるわ。俺の車は？一応家も調べておこうか。中で何かがドアを塞いでいる。宇宙人かしら？家具とか物がうまいこと塞いじゃってるのかも。横の窓からも中は見えない。もうお互いに干渉できないってことなのかしら。それは寂しいね。そうかしら。中で何かがドアを塞いでいる。帰るか？これ料金は前払いだったのかしら。お金で買えない体験ができたからどっちでもいいよね。週末で遠出して無報酬は嫌でしょ。こんなところさっさと逃げないと。まあ帰りますか。酔ってみた幻覚じゃないならまた危害を加えられるかもしれないし、それが賢明ね。部屋の明かりつけた時のやつとは対話できる気もしたけどな。振り返ることなくその場を去った。今でもそれが本当に現実だったのか、ただビールを飲みすぎただけなのかわからない。それでも一つだけ確かなことがある。それはどんなにお金を積まれても二度とあそこには戻らないということだ。これで私の話は終わりです。信じるか信じないかはあなた次第です。これで終わり？想像の余地を残すのは名作の証だよね。あ、これが最初のお話って書いてあるわ。次のお話にも期待だね。そうね、また次があればやりましょう。それでは。対話しに行こうね。お酒を酌み交わせば仲良くなれると思うんだよ。言葉が通じる見た目してないのよ。仲良くなって一緒に暮らすのも楽しいと思うんだよ。見事なワンパンされたけど。それもまた一興。まあ2個だけある実績がさっきのクリアとこれでコンプリートできたからいいわ。家の外にたくさん来てたし、何体かは有効なのいないものかね。友好的な宇宙人なんてささらちゃんの家にいる2人くらいでしょ。私の家になら4人いるけど。私の知らないのが増えてる？